ぬっぺっぽう。半鐘が吊るされた小寺の前に佇むぬっぺっぽう。頭とも胴体とも区別のつかない肉塊とでも言うべき体に獅子を生やした姿で描かれている。石燕が参考にしたとされる百回図鑑などにもその姿と名が記されているが、説明のない謎の妖怪である。数少ない伝承をたどれば、天明元年、西暦1781年に刊行されたシャレ本新御座出放題猛牛には次のように記されている。ぬっぺっぽうという化け物あり、目もなく耳もなく、死人の油を吸い、針王国を食らう。昔は医者に化けて出てきたが、今はそのまま出てくる。などとある。針王国が何かは断定できないが、おそらくは木綿を縫う輪針の大茎というものではないかと考えられる。死人の油と針を食らい、医者に化けるとは、なんとも不気味な化け物である。このぬっぺっぽうによく似た化け物は、かの徳川家康公の前にも現れている。文化7年、西暦1810年、儒学者畑かなえ、人よ話、偉人に記された肉人である。慶長14年、西暦1609年、4月4日に偉人が現れたことは旧記に記されている。今ここに挙げるのは、ある雑書の説である。家康公が駿府城におられた頃、ある日の朝、形は子供のような肉人とでも言うべき、手はありながら指はなく、指のない手を上に指して立っている者がいた。これを見ていた人々は驚き、変化の者が出たと立ち騒いだが、どうすることもできず、庭が大騒動となったので、家康公にどのようにすべきか伺うと、人のいないところへ追い出せとの命が出た。そこで駿府城から遠いお山の方へ追いやったということだ。ある人がこれを聞いて、さてもさても惜しいことをした。そこにいた皆の無学から、これほどの戦薬を家康公に差し上げることができなかった。これは白沢図という古代中国の書物に書かれた法というものである。これを食べれば他力になり、武勇にも優れると記されている。家康公に食べていただけなくとも、若君や家臣たちに食べさせたものを、何度考えても、その時、その場所に知恵のある者がいたらと、口惜しい思いである。これは例えば、体の弱い人が精のつくものを食べたり、常に需要競争の薬を飲んでいるようなものである。一方で、体が強く、健康で80過ぎるまで薬を飲まなくても、背中にお灸をした跡が一つも残らないように、家康公の時代の人々は生まれつき強く、武勇にも優れていたので、家康公も家臣たちも、法のことはよく知っていたが、汚らわしいものを食べて力をつけ、武勇になろうとすることは、武士の本意ではなく、卑怯なことであると考えて、捨てさせたのであろう。強行の服、七夕の幸福を願う人や、
いかがわしい神の信仰に似たことである。などとあり、欄外には次のような記述もある。この化け物はキリシタンである。家康公が追いやれと命じたということなので、砲とは形が異なっている。砲は土の子、宗太の類である。砲はこのような形なり。などとある。この話は徳川幕府の公式史書徳川実記にも残されている。手足に指のないボロをまとった物もらいが駿府城内に現れたが、家康公は切らずに追い出したと記されている。ぬっぺっぽうと酷似した姿で表現された肉人が古代中国の砲であったのか、キリシタンであったのか、謎は深まるばかりである。昭和3年、西暦1928年に乾雄平によって開設された武尊妖怪絵巻解説譜化け物尽くしでは、京都片平勝寺のぬっほり坊主の化け物、目鼻がなく一つ目が尻の穴にあって光ること稲妻のことす。ぬっほり坊主は世に言うのっぺらぼうのことで、その化け物が京都片平に現れたというのである。止水文庫所蔵の署名不明の古写絵本に、ぬっぺっほう、古いヒキガエルの化け物とも言う。また、コリの類とも言う。とあり、シワの多い琉球芋に短い獅子を生やしたような化け物が描いてある。また、同古写絵本には、手の目、荒れたる草むらに天地の生成にて生ずという。というのは、のっぺらぼうの両手に目がついているので、この武尊の尻の目の化け物と相合わせて考えて連携するようである。ともある。ぬっほり坊主はいわゆる妖怪尻目のようであるが、妖怪手の目と合わせてのっぺらぼうの類に分類されるというのである。近代では妖怪画談全集にてガズ百夜行の絵から小寺の軒に一階の真紅のごときに出現するのっぺらパウと解説され、また一説には死肉が化けて生まれた妖怪で、この妖怪が通った後には腐った肉のような匂いが残るなどと解説されるものもあるが、この出どころは不明である。いずれにしてもこの謎の妖怪が人に害を加えることは稀なようで、その風貌はどこかしら親近感すら覚えてしまう。もし庭などで見かけても、やれ不老長寿の先薬だ、やれ物もらいだなどと追い回さないでいただきたいものである。